皆さんこんにちは。今日は日本人の外国人に対する見方についてお話しします。日本は長い歴史と独自の文化を持つ国ですが、今では観光や仕事、留学などの目的で多くの外国人が生活しています。日本人は一般的に外国人に親しみを持っていますが、その受け入れ方や考え方には複雑な一面もあります。本日は、その背景や現実的な側面を含めて見ていきましょう。日本は長い間、外国との関わりが限られていました。江戸時代の鎖国政策によって、外国人と接する機会は非常に少なかったのです。しかし、明治時代以降は西洋文化の影響を強く受け、外国に対する意識も変化しました。現在では、国際交流や観光が盛んになり、外国人が身近な存在となりましたが、その意識の中には、昔ながらの距離感が今も少し残っています。多くの日本人は外国人を明るい、オープン、社交的といった印象で見ています。笑顔で話しかける姿勢や積極的な行動は好意的に受け取られることが多いです。しかしその一方で、文化の違いに戸惑う人も少なくありません。親しみと同時に、どう接すればよいかわからないという不安を持つ人も多く、これが距離を生む原因になることもあります。日本人の多くは、外国語での会話に苦手意識を持っています。外国人を助けたいと思っても、英語が話せないためにためらうことがあります。これは外国人を避けているわけではなく、失礼にならないようにしたいという思いやりの表れでもあります。しかし、このような慎重さが時に冷たいと誤解されることもあり、言葉の壁は心理的な壁にもつながっています。日本人は外国人の髪の色や目の色、体格などに興味を持つことが多いです。これは素直な関心や憧れから生まれるものですが、しばしば特別な存在として見られる原因にもなります。見た目に関するコメントや質問は悪意のないものがほとんどですが、外国人の中には自分が常に外の人のように扱われていると感じる人もいます。親しみと他者視は紙一重の関係にあります。日本人の多くは外国人に対して親切です。困っている人を見れば、言葉が通じなくても助けようとする姿が見られます。この行動は日本のおもてなしの精神に基づいています。しかし、この親切さはお客様への態度である場合もあります。外国人がゲストとして歓迎される一方で、仲間として完全に受け入れられるまでには時間がかかることがあります。日本では礼儀やマナーが重視されます。そのため、ルールを守る外国人は高く評価される一方で、そうでない場合には非常識と見られることもあります。例えば、時間を守らない、大声で話す、ゴミを放置するなどの行動は、周囲の印象を大きく左右します。つまり、良い外国人として受け入れられるためには、文化的な期待に応える必要があるのです。
日本では外国人労働者の数が年々増えています。コンビニや工場、介護施設などで働く姿は珍しくありません。多くの日本人は彼らを社会を支える存在として感謝しています。しかし現実には、技能実習生などが低賃金で働かされるケースや、差別的な扱いを受ける事例もあります。表面上は受け入れが進んでいるように見えても、現場では課題が多く残っています。日本の大学や専門学校には、様々な国から留学生が集まっています。日本人の学生にとって、異なる文化や考え方を学ぶ良い機会となっています。しかし、留学生の中には孤立を感じる人も少なくありません。言葉の壁、文化の違い、アルバイトでの偏見など、日常生活で小さな壁にぶつかることがあります。多文化共生には、学校側の理解と支援も欠かせません。観光地では外国人観光客が増え、日本人も慣れてきました。多くの人は日本を好きで来てくれたと歓迎しますが、一部ではマナーをめぐるトラブルも起きています。電車内での会話や行列のマナーなど、文化の違いが原因となることがあります。日本人の多くは、こうした問題を教育の違いと理解しようとしていますが、受け入れ側にも柔軟な対応が求められています。テレビや SNS では、外国人が日本を紹介する動画や番組が多く見られます。明るくてフレンドリーな外国人像が広まり、日本人の印象を良くする一方で、実際の多様さが見えにくくなることもあります。陽気、自由などのステレオタイプは、理解を深めるよりも簡略化してしまう危険があります。外国人一人一人が違う背景を持つという意識が大切です。国際結婚は年々増加しています。夫婦は言葉や文化の違いを超えて生活していますが、社会の中ではまだ珍しいと感じる人もいます。特に地方では、外国人配偶者が周囲に受け入れられるまでに時間がかかることがあります。子供たちは2つの文化を自然に学びながら成長しますが、家庭の外ではハーフとして見られることに戸惑うこともあります。日本社会には、表面には出にくい差別や偏見が存在します。例えば、外国人が賃貸住宅を借りようとしたときに、外国人お断りと言われるケースがあります。また、職場で昇進しにくい、店でサービスを断られるといった問題も報告されています。こうした現実は、まだ多文化社会が完全に実現していないことを示しています。外国人の多くは、日本の安全さや清潔さ、人々の礼儀を高く評価しています。しかし同時に、外から見た優しさと、内に入る難しさの差を感じる人もいます。形式的な親切はあっても、心の距離を縮めるのが難しいと感じることがあります。これは、深く根付いた社会構造や文化の仕組みと関係しています。日本には
内と外という文化的な考え方があります。家族、会社、地域などのうちに入ると強い絆が生まれますが、外の人はその輪に入りにくいと感じることがあります。外国人は多くの場合、礼儀正しく歓迎される外の人として扱われますが、本当の意味で仲間になるまでには時間と信頼が必要です。外国人が日本語を話すと、多くの日本人は日本語上手ですね、と褒めます。これは親しみの表現ですが、長く日本に住む人にとってはいつまでも外国人として見られていると感じることもあります。言葉の上達よりも、その人自身を一人の個人として見ることが、真の理解につながります。外国人が増えることで、日本社会は少しずつ多様になっています。多言語表示や宗教的配慮など、新しい工夫が見られます。しかし同時に、外国人だからという理由で不当な扱いを受ける例もあります。社会が真に国際的になるためには、制度や意識の両面での変化が求められています。日本人の中には、外国人に日本の文化を理解してほしいと望む人が多くいます。一方で、外国人が新しい価値観や考え方をもたらすことに期待する人もいます。しかし、同時に日本のやり方に合わせてほしいと思う声も根強く存在します。このような複雑な感情が、日本人の外国人観を形作っています。日本は共に生きる社会を目指していますが、その道のりは簡単ではありません。言葉、法律、職場文化など多くの壁が存在します。外国人を単なる労働力ではなく、同じ社会の一員として見る意識が必要です。お互いの違いを尊重しながら、共に成長できる社会を作ることが今後の課題です。日本人の外国人に対する見方は多様でありながらも、まだ発展の途中にあります。親切さと慎重さ、好奇心と距離感が同時に存在しています。日本が真に国際的な社会となるためには、外国人を特別な存在ではなく、共に生きる人として理解することが重要です。その変化は少しずつ、しかし確実に進んでいます。